What's up? 本日見られないここはなんとユニティに来ております。ユニティのスタジオです。ここでいつもウッドアクラボとかいろいろやってるんで、ぜひチェックしてください。また俺やります。やっぱしこういう遊びを しながらやるといいアイデア出てくるんじゃないかゲームを知ってますんで、ぜひユニティの方にも飛んでってください。ぜひ来てください。はい。で、今日のテーマはでん。いきなりマジ何皆さんどっちのレコードのジャケットの方がかっこいいとかですか？こっち？こっち？あれですね、シャーベルとビートので、天橋さんはちなみにどっちの方がかっこいいと思ってます？まあかっこ両方とも結構やっぱ全然対極的なかっこよさあるけど、僕自身好みなのはこっち。なるほど、こっち。でも天八がこっちがかっこいいって言ったからってこっちがかっこいいと思った人外れなわけもないですよ。もうもちろんっていうこの選ぶチョイス、要はセンスってやつですよね。センスについて今日はやっていきたいと思います。そうですね。センスって聞くと俺センスないんだよな、俺も思ってます、自分的に。俺ら言いますね、でもセンスって磨くって言葉があるじゃないですか。センスを磨く。なのでセンスは磨けると思ってます。そうですね。なので3歳の時からもう一貫したセンスを持ってるやつ、俺はもう見たことないです。指の加え方にセンスを感じる人がいるかもしれないからなかなかいない。なのでセンスは磨けると思ってるんで、ただ磨くってなるといろんなことを経験しながら何々しなよってよく言われるんですけど、じゃあ何したらいいのってなるじゃないですか。確かに。それにちょっとアドバイスをできたらなと思っております。今日は天八と僕で How to do センスを磨くならこういう行動をした方がいいんじゃないのっていう例を挙げます。ただこの例がハマる人もいればハマんない人もいます。これはもう間違いない。これやったのに全然センスいいって言われなかったじゃないかって言っても文句は言わないでください。1個のアイデアなので、それについて語っていきたいと思います。はい。どっち先行く？じゃあ俺がいきますか。センスの磨き方ね、自分でなんかどうやって磨いたかみたいな、思い返すといろんなことやったなっていうのはあるんですけど、そのいろんなことの中の1個を思い返してみてください。そうですね。何やりました？結構いろんな、ダンスの部分で考えたんですけど、よく言うじゃないですか、いろんな例えばインスピレーションを受けろみたいなとかっていうのももちろんそれはあるんですけど、例えばなんかダンス以外のことやるとか、でもそこには一回ちょっと触れないとあえてくれない。結構そういろいろあるじゃないですか。で僕が日本にいた時にから、一応海外なんかに行ってるんですけど、そこで気づいたみたいなことが、どんな下手な人でもできるだけその人の良いとこを見つけようとするっていうのが一つ手段かなって思って。1個目はあれですね。じゃあ練習とかでも、練習じゃなくてもいいですね。練習じゃなくても1個みんなが分かりやすいので、時期も時期なんでイベントとかもあんまないんで、練習場で下手な人に注目してどっかうまいとこないかなって探すっていう行動ですね。そう、なんかうまいとこっていうよりかはなんかここかっこいいなっていうのを、なんかもちろん技術的にはうまくないんだけど、分かる、長所ね。そうだ、それがなんか海外行った時すごい多かったんですよ。なんか全然うまくないのになんでなんかこいつかっこいいんだろうみたいなとかがすごいよくある。分かる。なんかそこの1個の場所に関しては自信満々だったりする。そうなんですよ。だからそこの自信どっから来るんだろうってので結構よく注目してて、だからそういうのでなんか意外と終わり方が本当なんかめちゃくちゃこんなのってやったりとか、そういうなんかみたいな、なんでそんななんかかっこよく見えるんだろうみたいなとかを結構よーく見た時に、どんなにあんまりうまくなかったとしてもなんかそういう一個のちょっとしたこだわりが
で気づくことがすごい多いから、だからそういうところを結構留学した時はすごい見てます。で自分に取り入れた。なるほど。なんか上手い人もちろん上手いじゃん。いやだからそこからこう得れるものいっぱいある。そういう人たちからなんでこのちょっとかっこよく見えるのか探すのはすごくつながる。そうだよね。そうするといいところを発見するアンテナが広がりそうだもん。そう。じゃあそこの練習場で下手な人が踊ってる時にぼーっとしてるそこのあなた一回どっかいいとこないかって探してみて、でプラス真似してみるってことだね。ほんとそうだ。だからなんかほんとキッズのレッスンとかまだ技術的には上手くないけどなんかすげえこう癖あるっていうのとかがやっぱインスピレーションになったりするから、だから見た目的だけでこう上手くないってもう判断するんじゃなくて絶対にそこからこう得れるものみたいなのはあると思うから、よーく見ることっていうのがセンスの磨き方の一つかなっていう。よーく見ること、どんな人でも。じゃあ1個まずそれを試してみてください。じゃあ僕のターンで言います。俺が選ぶ1個は自分がかっこいいと思う生かした練習とつるむこと。はい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 。まさにそうですね。つるむことかなと思います。実際例えば集団かっこいいよなって思ってても、例えば中学校とか高校生とかやっぱビビっちゃってとか、シャイな日本人の習性が出てしまって、本当はそことつるみたいけどつるみやすいからねえ君みたいなこの集団にいつの間にか居心地が良くなっていっちゃったりとか経験ありませんか？そこのあなたそうじゃないかもしれない。本当に好きでそこにいるかもしれないけど、ちょっとしてダメな人もいるかもしれないです。確かにセンスが良さそうでかっこいいなと思うところには最終的には一周していい人がつるむんですけど、でも磨く一つのポイントとして生かした人と自分が生かしてるなと思う集団と一緒につるむことで、つるむってあれですよ、大体毎日ですよ。1週間で、ね、1時間だけ一緒にいても全然磨かれないと思うんで、こうやって一緒に話したりしてご飯を食べたりすると、うわ、あいつのああいうのって微妙だよねとか、あいつのああいうとこかっこいいよねとかって会話が飛んできたりするじゃないですか。それで、そういうのがかっこいいと思うんだ、この人たちはっていう勉強になると思う。確かに。1個は、つるむっていうのが俺は大事かな。なんか環境によってその人絶対こう構築される。そうですね。だから環境が全てっていうのはまさにそうだと思います。だから僕はアメリカから帰ってきた時に当時溝の口でスティーブとかトニさんとか今のテイクノーツのメンバーとかがこう練習してたりしたから、その時そんなに仲良くなかったけど速攻やっぱ引っ越してきて、そういう風にそこにそうだよね。つるみに行ったので、懐かしい。そうだったね。本当にもう地元もともと全然違うとこだったけど、神奈川に一気に引っ越して実家から、そっからなんか練習するようになったりとかして、でかなりなんか価値観、アメリカの価値観ももちろんその時持ってたけど、また別のその日本のかっこよさみたいなのをいろいろこう学んだきっかけになったかな。そうだよね。アメリカ行った時もね、PGSK にね、の連中とつるんでたからっていうのも大きいもんね。めちゃめちゃ大きいですね。やっぱそこはダンスもダンス以外の部分でも得るものがすごい多かったから。だけどやっぱハードル高いじゃないですか、こうそのつるみに行くって。そうそう、高い。で自分がセンスないと思うから、こうたまにいるんだよね。チームメイトでスティーズとかやっぱチョイスがすごいじゃない。常に行動も。でもそれってなんか本人が自主的に選んでるセンスもあるじゃん。彼もインスタとかさ、いろんな情報をさ、自分でいろんなものから吸収してそのチョイスに至ってるけど、それ自分でセンスがないから、なんでつるむってなったら人任せにできるから学習できるわけよ。この人これかっこいいって言ってる。なるほどなるほど。じゃあ俺もそういう選択が来た時こうしようっていう、もう自分がかっこいいと思ってる人のチョイスを真似できる感覚になるというか、もちろんね、本当はね、スティーズみたいに自分でいろんなものを吸収して自分でこう選ぶようになりたいけどできないんで、つるむだから一番簡易的かな。確かに覚える。だからもうつるむ勇気さえあるよね。そう例えばテンパチとか、テンパチだったらこういう時こうチョイスしそうなんで、よしこっちしようっていう選択肢になるじゃん。つるんでるっていう感じです。だからつるみ方が浅いとそのチョイスの連想ができないから、ちょっと一旦つるんでもいいの
のかなと思います。で、性格が悪かったら離れればいいんじゃないかなって思ってます。これぐらいかな、俺は。なんかある？なんかこの話しててなんか出てきたことがあれば。そうですね。他にってことですか？他にはやっぱりセンスってことなんで、ダンス、全くダンス以外のことも関係してくるじゃないですか。少しでもちょっと興味あることがあるんだったら、とりあえずやってみるっていう。僕だったら映画とか音楽聴くとか、全然ダンスじゃないこととかをなるべくとりあえずやってみるっていうのは絶対やった方がいいかなと。でもそれでも当たり前ですよね、そのインスピレーションになるのは。そうだよね。まだあんまり上手くない人に指すというか、1個ありました。今パッと思いつきました。練習中もレッスンを受けてる時も、バトルと同じぐらいかっこいい格好をしてレッスンを受けるなり練習をしてみるみたいな、1個のドゥとしては大事かなと思います。一番自分がかっこいいと思うやつ。それはいいかも。ずれててもいいんで、最初なんて服もね選ぶチョイスとかないんで、大人の階段登るときって小学生ってやっぱあんまそんなに俺なんか女性らしさとかやっぱないと思うんだけど、スカートをね履いてちょっと周りの真似してスカートを短くしだしたら、短くなればなるほどより女の子的な行動に変わっていくと思う。意識して、見られてるっていうのがいいし、でも確かに見られてるっていうのはかなり強いですね。練習だからレッスンだからとかじゃなくて、自分の中で一押しの服着てきちゃったら、これ自分の中で一押しなんだけどどういう風に見られてるかなとかってなるから、なんかちょっといい、俺はそれめっちゃいいかも。起爆剤になるかなと思います。で、なんかすごい自信あるのにめっちゃなんかあんまりかっこよくないみたいに言われたらすごいショック受けるから、さらに次の日近くに言い訳して、それいいじゃんいいじゃんって言われて結構嬉しくなっちゃうんですね。それでもいいですね。これ一個いいアイデアかもしれない。自分が今一番いいなと思う格好をねしていくといいですね。そうするとね、余計かっこいい服着てる人と気になっちゃったりするじゃないですか。一個ずつ階段登る感じですよね、本当に。がいいかなと思います。あとは恋をすればいいんじゃないですか。それね、よく言われたね。見られる意識が。やっぱ男はみんなね、モテるためにダンス始めるって人が8割ぐらいいますからね。そういうことです。見られるですね。じゃあ見られる行動をしていきましょう。がいいかもしれないです。ぐらいかな。で、これで一回やってみて、なんかセンスが磨かれなかったら、なんかいろいろことにチャレンジしてください。これが全てではないんで、一個の俺らとしての磨くためのアイディアを提供したので、ぜひダンスだけじゃなくてね、いろんなスポーツをやってる人も見てると思うので、一流のプロスポーツの選手になったら見られることも少なからず仕事として入ってくるんで、スポーツが上手ければいいってものだけじゃなくて、やっぱ見せないといけないんで、ぜひこの真似してみてください。それでは1本目っていうか2本目、3本目、4本目はユニティで見てください。もうちょっと動いてみてもらえますから。なので、ぜひチェックしてみてください。センスのいいフレッシュさんがお題を3つチョイスしたんで、俺センスいいねって言ってたんで、ぜひ期待して見てください。で、気になっちゃったら、これでね、気になっちゃった人はぜひユニティに飛んでってください。マジ自信満々にチョイスいいねって言ってたんで、ぜひ気になった人はユニティに行ってみてください。まさかさらされる。では、また来週ありがとうございました。